皆さんこんにちは。リゼクリニックリードドクターの赤岩優希です。本日はですね、シミそばかす治療で人気の IPL 治療セレック V についてお話をしていきたいと思います。それでは最後までぜひご覧ください。まずですね、セレック V の機械についてお話ししていこうと思います。セレック V、またこれも聞き慣れない名前かなと思うんですけど、 IPL の治療の機械の名前です。 IPL って聞いたことありますか？IPL といってもですね、例えば皆さんがやったことあるもので言うと、フォトダブルとかフォトトリプルとか、またフォトフェイシャル、フォトシルク、あとはルメッカとかいう名前で聞いたことがある方もいると思います。これ全部 IPL の治療の名前になりますね。でこの IPL って何に効いてくるのかというお話ですけど、 IPL はカメラのフラッシュみたいな力を使ってですね、皆さんの肌全体に当てていくことで、そばかすとかシミ、また赤ら顔にも効いてきます。基本的に日本人の顔でお悩みが多いですね、そばかす、赤ら顔、くすみ、あとは白い肌張ツヤが、整っているお顔にしたいという方に合わせて3種類今回は選んで、採用しております。このセレック V の機械を使っていくとですね、ただシミがなくなるだけじゃなくて、肌全体のトーンアップも望めますし、また毛穴もぐっと引き締まってですね、お肌全体の底上げ治療としてとても人気の治療になっております。また他の、IPL の治療とは違ってですね、セレック V は温度を管理する機能もついております。なので例えばお肌の表面があまりにも熱くなりすぎていたらですね、優秀な機械が感知して、止めることができますので、レーザー治療で心配なやけども、安心して受けていただくことができる人気の機械になっております。またですね、このカメラのフラッシュのような機能を使ってどういうふうに肌をきれいにしていくのかと申しますと、表面にあるそばかすに向かって、光を当てていくとですね、メラニンというものが茶色の悪さをしている部分になりますが、これを砕いていくことができます。ただ砕くだけではなくてですね、それを上の方に浮かび上がらせてですね、肌のターンオーバーと一緒に剥いてあげることで肌全体がきれいになっていきます。なので、簡単に言うとバシンと光を当てて砕いてあげます。それを上の方に上げていってめくっていくっていう感じですね。なので、皆さんによく言っているピーリングも一緒にやっていただきたいですし、めくったからには肌が炎症を起こしていますので、一緒にケアシスもやっていただきたいというわけなんですね。続いてですね、リゼクリニックで採用したフィルターについてお話をしていきたいと思います。ここに私が事前に書きましたけど、3つフィルターがあって、まず530ナノメートル、560ナノメートル、640ナノメートルというふうに、フィルターといって深さを変えて当てていくことができます。で、じゃあこの530ナノメートル一番浅いものはどこに当てているかというと、この表皮、真皮のちょっと浅いところですね。ここに当てることで赤ら顔、チリチリ血管に当てていくことができます。アジア人の方の中でも特に日本人はですね、肌が白くて、例えば中心部、鼻のこの小鼻の部分とか、ここの顎の下の部分とか、ちょっとチリチリ血管が浮いている方がいますので、こういう方にはこのフィルターが最適かなと思って採用させていただきました。また、今回のセレック V の醍醐味ですけど、小さなシミ、そばかすをなくしていくとなりますと、この560ナノメートルで当てていきたいです。でこれもですね、同じように要するにこの皮膚に当てているんですけど、これを当てていくことで、砕いていってですね、上の方に向いていきますよといった感じですね。560ナノメートルの特徴としては、こういう茶色に向かって狙い撃ちしていくので、ちょっと焦がすみたいなイメージですね。上の方に上がっていくと少し色が濃くなってですね、どこに当てたなっていうふうに分かっていくようになっていくと思います。で次、最後640ナノメートル、これ肝斑ですね。 IPL 治療っていうと肝斑に当てちゃいけないと思っている方結構多いと思うんですけど、フィルターを選べば当てられます。なのでリゼクリニックの IPL 治療の強みとしてはですね、そばかす、シミが多い方、そばかすシミだけじゃなくて肝斑も混じっている方、こういう方がフィルターを組み合わせれば治療をカスタマイズすることができるので、患者様によってですね、3つ使い分けていただけることができます。
でももちろんこのナノメートルで当ててくださいという方いないので、私たちプロに任せていただいてですね、どのフィルターを組み合わせてあなたのお肌に、適用させていきましょうかということはこちらの方に任せていただければと思いますので、はい、なのでこんな感じで IPL の治療していただければ全体的な底上げをしていただくことができます。で、IPL 治療というとですね、皆さんやっぱりそばかすとか思い浮かべる方が多いですが、私カウンセリングの時によく言うのが IPL をちゃんと続けていればですね、お肌のノイズがなくなりますよっていう話をします。例えばですね、茶色とか、くすみでいうちょっとなんかグレーがかったお色味とか赤みとかですね、こういうものがだんだん薄くなくなっていけば、皆さんがいつも買っているですねアイシャドウとかですね、チークとかですね、なんかいつも見ていたはずのこのお色味が自分の肌にのせると木くすみして可愛く見えないとか、そういうのって土台がちょっとくすんでるからなんです。なのでお肌のノイズをなくしてあげればですね、なんだか元気なお肌、なんかこう綺麗なお肌に見えていきますので、そういう治療何かしてみたいなっていう方はまずこの機械を使っていただければというふうに思っております。次にですね、シミ取りレーザーとの違いをお話ししていきたいと思います。私も皮膚科医をやっているとですね、シミを取りたいので、これをやってくださいっていうメニューの第1位はやっぱりシミ取りレーザーになります。スポットと私たちは言いますけど、要するに1個のシミをこれって狙い撃ちしてですね、ドンと当てていくのがシミ取りレーザーになりますが、この治療ですね、昔からあるとてもいい治療なんですが、魔法の治療ではないんですね。1個ですね、ちょっと懸念として私がよく挙げているのは、やっぱり色素沈着のリスクが高いです。なので、すごくうまくいけば全部きれいに取れてですね、やってよかったってなると思いますが、例えばよくメニューでシミ取り放題とかで10個とか20個とか当てていくメニュー、最近韓国とかでも流行ってますが、私もこの前自分で10個当ててみたんですけど、やっぱ打率としてはですね 1,2 個はちょっと色素沈着しちゃうかなっていう感じです。あとはですね、しっかり当ててきれいに取れれば嬉しいんですけど、なんかこう一回濃くなってですね、取れるかなと思いきや、もともとのシミにただ戻っていくとかですね、あとは日焼けして結構色が黒い男性の方とかがやってしまうと、もともとの肌が黒いので白抜けって言ってですね、シミが取れたのはいいけど反対に白いシミみたいになっちゃってる人がいて、それって綺麗になってるのかっていうお話ですけど、なので結構肌質を選ばなきゃいけないとか、患者さんの春と夏とか、あと真冬の時の乾燥したお肌とかでもお断りすることがあるので、なんかこう必ず絶対に取れますよっていう魔法の治療じゃないんですね。でやっぱり一番皆さんが気にされるのはダウンタイムですね。やっぱり1回当てるともう直後から結構ヒリヒリしてですね、色が濃くなっています。この状態がだいたい1週間、長くて2週間ですね、続いていきます。あとは今結構クリニックによるんですけど、シミ取り終わった後ってすっごい絆創膏つけてる人いますよね。これも結構リスクではあるかなと思います。で、やっぱりちょっとメイクとかしているとですね、ここの部分いくら透明のものでも気になる方多いと思いますので、そういう時にIPL の治療をうまく使ってあげるとおすすめです。で、IPL のいいところはですね、一回こう当てて上の方まで上がってきてちょっと濃く見えるんですけど、それがだいたい1週間ぐらい、しかもお化粧すればあれなんか IPL やったって私たちプロじゃない限りそこまでわからないと思います。なのでIPL 治療はすごくそれがいいところですね。なので使い分けとしてですけど、あまりにも大きなシミでリスクを取ってでも絶対に勝負をした方がいいというシミはシミ取りレーザーでいきましょうと私もご案内することがありますし、小さいそばかすとか、この小指の先端よりも小さなシミだったら IPL でやっていく方がリスクを取らないし、ダウンタイムもないし賢いかなと思います。また IPL をやっているとシミ予備軍たちにも効いてきますので、この先大きなシミを防ぐことができますから、さっき喋っていたそのちょっと打率の低いシミスポットを将来やる回数も減っていきますので、大事なのは使い分けですね。なので今若いうち20代30代の人は頑張って IPL をコツコツやっておいて、将来のシミスポットの回数を減らしましょう。また今50代60代の方でシミスポットをやって、これから先何回も繰り返したくないっていう人、あとは同じところにやっぱり戻ってくるシミ多いですので、そういうのの予防として IPL を使っておきましょうっていう感じでご案内することがあります。ここ
までですね、セレック V の機械について詳しくお話をしてまいりました。皆さんがそばかすやシミだと思っているものですね、実はもしかしたら肝斑だったりとか色素沈着だったりとかちょっと違うかもしれませんので、一度ですね何の治療をしたらいいかわからないという方はですね、クリニックに来ていただいて、私どもプロにご相談をいただければと思います。ではクリニックでお待ちしております。次回の動画でお会いいたしましょう。